まずね、こっちが一見割高に感じるような高い中古車で、こっちが一見お得に感じるような安い中古車ということで、これ2台ね買ってみました。こっちの2台がいつも撮影を手伝ってくれるスタッフ B が2025年今年買ってきた車です。で、こっちの車は、スタッフ A、いつもね、燃費の動画とかでちょこっと喋ってくれてるスタッフの車で、今から見て13年落ちの車なんですね。距離も16万キロいっています。ただ、メンテ、かなりお金使っていますので、見えるところ、考えられるところ全てね、新品に変えたりして、予防整備していますので、ちょっと参考までにこの3台で見ていきたいなと思います。ヒラリーです。今日はね、車の紹介させてください。それいつもか。今年はね、2025年、もう新しい仲間が2台増えまして、で、中古車です。で、それでね、今回の動画の趣旨は、一見割高に感じるような高い中古車。見かけの値段が安い、一見お得な中古車。で、中古車選ぶときにね、いろいろ迷われると思うんですよね。高いの買った方がいいのか、安いのにした方がいいのか。で、そういったところを自分の見解とか、あと実際に見てね、どんなところ違ってるかというところをこれから見ていきたいなと思います。まずね、車なんですけれども、こっちはカーセンサーで一番高いテリオスキット。で、お値段が80万円台でした。で、年式はこっちが2007年式。で、距離が3万キロ。で、こっちがね、2008年式です。今から見て、17年か。こっちが17年落ちになります。結構経ってますよね。でもやっぱり価値があるというか、40万円台の車です。ちょっと繰り返しますね。こっちが2007年式3万キロ、80万円台。で、こっちが2008年式19万キロで40万円台の2台です。ということでね、ちょっとね、外装から違いなんかをね、見ていきたいなと思います。じゃあまずね、劣化の目立ちやすいところいきますね。ボディで言うと塗装というのはね、一番丈夫です。で、劣化しやすいのは樹脂パーツ、プラパーツとかね、練り込みの黒とか言われる部品です。で、これは、高かったんですね。で、こういうところ劣化してない。これは屋内保管だった可能性が考えられます。結局ね、外装とかで価格差出てくるところっていうのはやっぱこういうところでして、屋内で、駐車場車庫の中でね保管された車はやっぱり綺麗、紫外線少ないですからね。で、そういうところが価格差出てくるというのがすごく大きなポイントになります。で、こっちのどちらかといえば安かったコペンの方を見ていますね。コペンはね、ここカウルトップと言われる部品がここね、樹脂製で塗装がされているんですね。で、金属の上に塗装されている場所と比べると剥げやすい、紫外線の影響を受けやすい場所でもあります。で、そうね、やっぱりプラパーツですから割れちゃっているところもありますし、剥げちゃってね、白っぽくなっているところもあります。これは見ればすぐ分かりますけれどもね、結構こういうところがね、価格差に出てきやすいところなんでね。で、こっち。これは新車から13年経つ車です。で、カウルトップね、ここ樹脂ですね、この車も。で、ここが買える前相当ボロボロでした。ただこれはね、新品に変えています。そんなにね高くない部品だったので、塗装込みでその数万円ぐらいの、ものだと思います。でもやっぱりだいぶイメージ変わりますよね。で、そう、今日の趣旨で一番最後まとめたい話なんですけれども、結局ね、中古車高くて車庫で保管された車を買うか、もしくは安くて普通の年式内のコンディションの車を買うかで、その後にメンテナンスをしてきれいにするとか、壊れにくいように期間を予防的にメンテナンスするのか、そういったね考え方になってくると思います。じゃあ続きましては、今度はねゴムの部分に触れていきます。やっぱりゴムもね、車の中で金属とゴムとどっちが劣化しやすいかって言われたらね、やっぱりゴムだと思うんですね。結局車のコンディションとか新しさイコールゴムの新しさというのがね、自分の持論です。で、すごくね分かりやすいところを見ていきますね。まずこの車、屋内保管だったと思われるのがね、このフロントガラスのシール材です。もう新品同様です。柔軟性ありますし、気密性もね高そうな感じ。浮いてるところもね見当たらないですね。接着剤とねはめてある部分なので浮いてきちゃうこともあるんですけれどもね、これは見た目に綺麗、触っても綺麗、もう全然問題ないですね。じゃあ次コペン見てみますね。40万円台のコペン。
ちなみにね、新車の時はこの車は160から200万円で売られていた車でした。今考えたらね、もうびっくりというかね、安い、そう考えちゃう車ですね。で、16年、17年経ってもちゃんと車として価値があって中古で取引されている。素晴らしいです。ということでね、ゴムの部分。このゴムはね、これは残念ながら普通に年式なりのコンディションで硬くなっています。で、こんな感じね。で、こういった時に考えるのが、前のオーナーとかが変えたことってあんのかな、ないのかなって、変えてなくてこれなのかなって心配になると思います。ということで、新車から乗ってるこっちのミラーココアを見ていますね。この車は窓のシール材はね、間違いなく変えてないです。で、どんな感じかというと、ちょっと触ってみます。あ、カチコチだ。ほとんどコペンと一緒かな。つまりこれ新車から13年でして、13年経つとね、もうゴムというよりはプラスチックに近い肌触りというかね、触り心地になりますね。まだね、ひび割れは目立たないかなっていったところです。こういったところはね、特に問題なきゃ変える必要もないんですけれどもね。で、向こうに見えるテリオスだけが異常ですね。で、もう一箇所、ちょっとテリオスいきますね。あと分かりやすいのはゴムモールです。この車はね、ここのドアモールとかウェザーストリップと言われる部品、ここもね、もうほとんどもう、新車なりまでとは言いませんけれども、すごい柔らかいね、変えたばっかりぐらいって言ってもおかしくないかな、過言じゃないぐらいのね、全然、ここは気密性とか静粛性にも関わってくるポイントですので、これ嬉しいですね。もう車の寿命まで変える必要ないぐらいの感じです。コペンの置いてみましょうか。コペンはご存知オープンカーですので、すごくね、重要なところですよね。ちなみにこの買ってきたオーナーは屋根付きの車庫があるので、晴れの日しか乗らないということで買ってきました。で、コペンね、分かりやすいポイントが1箇所あります。屋内保管されていたか屋外保管だったか、分かりやすいポイントがね、一つあります。それはね、この B ピラーと言っていいのかな、わからないですけれども、ここの部品ですね。そのオーナーが中古車を選ぶ時のポイントとして、ここがひび割れてる車は屋外保管だったという判断材料にしたそうなんですね。で、この車はやっぱり割れちゃっています。でも触ってもね、触るの怖いぐらいですね、ボロボロ剥がれてきそうなものです。新品の時はここは柔軟性のある、ゴム状のものでした。で、今はもう触るのが怖いぐらいのカチコチのゴムになっていて、ひび割れもしています。で、あとはそんなにね、そんなにあれですけれども、やっぱりね、硬くはなっています。で、あとちょっとね、雨漏れ怖い車なんでね。ちなみに電動のオープンは普通に動きます。通常ね、こういうところは中古の保証も効く場所なので。じゃあすいません、あとね、追加で一つ。やっぱり中古車で古い車というと錆がね、心配だと思われます。みんな気にされますよね。東北地方とか雪国とかどこで使われてたか重要です。もしかしたらね、浸水して錆びてる車なんてのもありえますからね。で、今回ね、最近中古車も良心的なお店が増えてきたっていうのをちょっとオーナーに聞いて、その話です。なんかね、良心的な中古車屋ですと下回りの写真をね撮って車と一緒に見せてくれるそうなんですよ。普通ね、中古車屋へ行ってうりゃーって覗いたってそんなにまともにね見てられないですし、ある程度知識がなきゃわからないですよね。表面だけ錆びているのか、本当に腐って穴が開いてくる可能性があるのか、部位ごとに違います。薄い鉄板とか薄い軽い部品っていうのは錆びたら穴開いたり腐ってて、もげたりしやすいんですね。でも厚みがあるところは通常そうならないということで、表面だけ錆びてるかどうかっていうのはね、分かりにくいで、いろいろ考えててじっくり見ることは不可能なんですけれども、下回りジャッキアップして下回りの写真を撮ってくれている中古車屋があるといった話でした。古い車選ぶんでしたらね、そういったお店で買えたら本当は最高ですよね。じゃあ後半戦はね、期間というかね、エンジンルームの中の話をしていきたいなと思います。結構ね、違い出てきててね、3台今ボンネット開けています。エンジンフード開けているんでね。
じゃあまずコペンからいきますね。一番距離がいってて、エンジンルーム狭くて、熱こもってね。これ4気筒で、しかもターボなんですよね。低圧縮のターボでしょうから、あんまり熱効率は良くないと思われますし、もう結構ね、チンチンになる。チンチンになるということは、ゴムも劣化もしやすい。そういったね、エンジンルームです。で、ちょっとね、こんなとこ違うといったところを上げていきますね。で、ちょっと寄ってみてもらえますか。まずね、ゴムね、分かりやすいのはこの色の劣化です。一緒にやってるスタッフ A というのがね、整備士で、整備工場でも働いてたものなので、結構ね、そういうところは詳しいです。古い車いっぱい見てますからね。今はちなみにイラストレーターです。で、そうそう、ごめんなさい、話戻します。こういうね、ゴムが茶色くなってるところは、ほぼね、硬くなってる。もうカチコチでゴムではなくてプラパーツみたいになってるというのはね、わかります。なので、触らなくてもわかる。で、あとは匂いだね。これ、ちょっとね、オイルが焼けている匂いがします。クンクンクンってやるとね、匂いがしてくる。で、これはもう古い車はどれもそうです。1個パッキンって言って、ゴムで蓋がされています。そこで気密性を保ってるわけですけれども、どうしてもね、ゴムだから先に劣化をしてくる。そうすると、オイルなんか滲んでくるんですね。で、これはしょうがないって言えばしょうがないです。古い車はみんななる。ただね、結構ね、この車はオイルにじみ目立った匂いがするので、もしかしたら安い安価な純正でないパッキンに交換をして使ってるっていう可能性が考えられるんですね。なので、そうね、まだ中古で買ってから5万キロ、10万キロって乗られるんでしたら、純正部品のパッキンっていうのが一番安心です。それはね、自分も思います。で、あとね、この車は4気筒なんですよね。こんなにコンパクトな4気筒、自分も久々に見ました。で、イグニッションコイルが4本ついています。で、この先にはプラグって言って、ガソリンと酸素に火花を飛ばす部品がついてるんですけれども、ここの部品のところにオイルがね、溜まっちゃうことがあるんですね。プラグホールの中にもパッキンっていうのがあって、そこからもオイルが中に染みてくる。そうすると、この中のプラグというのがオイルに浸かった状態になります。オイルね、電気通すので、別に使ったからって困らないんですけれども、そのオイルに使っちゃってもね、実上困らない、止まっちゃうことはないんですけれども、どうせ変えられるんでしたら、このプラグホールね、このイグニッションコイルという上のを外してみて、中にオイルが溜まってたら吸い出す。で、あんまり吸い出しても出てきちゃうでしたら、ここのパッキンもね、一緒に変えるっていうのはね、後のメンテナンスとして考えられます。で、あとすいません、もう1点、2点。まずこのコペンに関して言うと、コペンはね、ボディの外板がアルミが対応されてるということでね、もうピッカピカですよね。もう全然ね、ボロがない。穴開いちゃうどうこうではなくて、見た目に綺麗。で、ついでにすごい軽いです。で、ゴムで言うと、アッパーマウントかな。で、サスペンションの頭がね、最近はストラットがボルト止めではなくて、上から挟まってだけの車も増えていきました。そうすると、ゴムの圧力とかでね、挟まってて、衝撃を逃がしてくれたり吸収してくれたりするわけなんですけれども、結構ねこの辺の劣化っていうのは車のね機能性にとか乗り心地において重要なとこだなってね感じます。隙間ができてきちゃうんですよね。ゴムって潰れて痩せてきちゃいますから、潰れて痩せてきちゃうとストラットが伸びた時とかサスペンションに隙間ができるのと一緒です。ですいません、ちょっとね手短にもう一点、これねコンデンサー熱交換器です。エアコン、それからエンジンの冷却水のラジエーター、それからあと、インタークーラーというねそのラジエーターもこの車だと3つついています。でフィン潰れてることも多いのでね、そこは、自分で戻してもいいし、変えちゃってもいい、そんな高い部品じゃないんでね。あとはここの、素材、ラジエーターのリザーブタンクというか本当ラジエーターのリザーブタンク上と下にあるんですね。そこの素材が金属のものと樹脂製のものがあります。で樹脂製のものはね割れたりひびが入ってくる可能性というのがね考えられます。今新車で売ってる軽なんかはもう 100% 樹脂製のものなんでね。ちなみにこっちはどうですかね。こっちは白錆が出てますからアルミのラジエーターだと思われます。で樹脂製のものでしたら10万キロ15万キロで1回変えてあげると車の寿命までね使えます。多分ね1万円とかのものをですね、ラジエーターとかね。で一緒に見ていきましょうか。でラジエーターといえば重要なのがホース、アッパーホースといって、このねラジエーターにつながっている上の部分、このゴムがね
あっちもそんなに古さを感じませんでしたけれども、これも全然ね柔軟性あって穴開く心配なさそうですね。でここがね温度100度前後の熱い水が上を通ります。で下を通ってエンジンに戻るわけでして、この上がねやっぱり劣化しやすい方には入ってきます。これも本当ね冷却水変えるついでにちょんとここだけねホース変えてもいいんじゃないかなっていうね気はします。であと違いが出やすいのがですね、意外にもコペンが綺麗だったんでねそんなに差がない。あと鋳物ですね、中鉄製と言われる部品なんかは結構錆が浮いてくるんですけれども、これはオーナーが錆止め剤を塗りました。ですごい綺麗だね。これインマニなんですけれども、インマニがタコ足みたいになっていて頭頂なのかな、すごい凝った作りしてますね。なかなかねこのテリオスも前期後期で、こういうところもそうなんですけれども、前期後期って違いがあって、後期とか実践になるのかな、でインタークーラーないバージョンとかもあるのかな、いろいろありますけれどもね、欲を言えば本当に耐久性のことだけ考えたら、なるべく簡略化されたあんまり部品のついてないグレードの方が壊れる心配というのは減っていきます。それはねありますね。でも欲しいのはやっぱりねこういうフルスペックのものになっていきますね。ということで、じゃあ最後、エンジン周り考えられる部品を全部新品に変えたミラココアのエンジンルームちょっと見てみますね。ちょっとこの車やっぱり狭いですね。やっぱり車がね車なんで。でも一応ね通称紐スロと言われるようなねワイヤー式のスロットルです。でこの車はねベアリングとか使われているオルタネーターとかウォーターポンプとか、あとエンジン本体も新品に変えています。どうしてもねパッキンとかね、あとオイル上がりオイル下がりという燃焼室のオイルが下がってしまうトラブル、オイルが入ってしまうトラブルなんかもあって、匂いとか白煙がねマフラーからしてきます。そういうのでエンジンの不安とか出てくるよりは気持ちよく乗りたいよねって、故障の心配しなくて乗りたいよねっていうことで、少しお金かかりますけれどもね、いろいろ変えています。自分でやったらねそんな高い部品じゃないんですよ。エンジンマウントとかね、オルタネーターとかの補給類とかもね。ただやってもらうと、エンジンが50万円弱、エンジンマウントで5万円、その他1箇所ずつでね5万円10万円というのが飛んでいくので、CVT 変えなくてもねこの辺だけでも100万弱ぐらいってことになるのかな。その代わりあと10年乗れるといったところでね。であとねボンネット、これあれですね、もしかしたら金属の質が変わってきてるのかな。オーナーがサビキラーっていうのを塗ったそうなんですね。カビキラーじゃないですよ。カビキラーは塩素系なので、塩素かけたら一発で金属錆びますからね。サビキラーっていう、サビを錆びない物質に変える転換剤かなんかだと思います。で結構黒くなってますね。これなら赤サビの方が綺麗みたいなね。そうね、今3台見てきて一番サビが目立つのはこの車かなみたいなね。あとバッテリーは、パナソニックカオスが未だに最強だと思います。距離乗らないとかたまにしか乗らないではなくて、ある程度回転数を上げて走らないとねバッテリーって上がりやすいものなんですね。充電効率でいうと2500回転ぐらいが一番いいと言われています。この 12V バッテリーの話ね。でこれをたまに乗ってあげないからダメだではなくて、乗って回転数を上げて充電してあげないから上がっちゃうわけで、なのでね最近の車はすごい低い回転数で巡航しますから、そういった場合に自分がね一番お勧めしたいのはこのカオスという青いバッテリーになります。すいません、ちょっとね自分大げさに物を言い過ぎちゃったみたいでオーナーに聞いてきました。エンジン単体は30万円弱だったそうです。27万とかね28万円ぐらいのもので、もしディーラーで変えてもらったとすると工賃が8万円ぐらいといった話でした。であとエンジンマウントっていうねエンジンとボディを支えているそのゴムの部品、このゴムが、お店で変えてもらったとすると、ディーラーで変えてもらったとすると5万円程度という話でした。じゃあすいません、最後内装なんですけれども、内装はね見て分かりやすいです。ハンドルのすれ、シートのすれ、日焼けとかね分かりやすい。でちょっと1点だけね面白いところあったので、そこだけ取り上げさせてください。
でその場所はね、シートベルトのキャッチです。そこの赤い部分です。今これ剥げちゃってピンク色になってるんですけど、分かります？ちょっとその色を覚えてってくださいね。でコペンいきます。いいかな、でコペン、この赤いのがね、もうなんか新品のようにピカピカですね。さすがにこれを新しい部品に変えたということは考えにくいですから、きっと劣化しなかったということになります。多分ね、これは背が低くてね、紫外線が入りにくかったという可能性も考えられます。で考えたんですけれども、あっちのテレオスもね赤いんですね。映さなくていいよ。なので分かんない、材質の違いなのかなと。でもしね後から劣化した部品を変えるんだったら、このココアミラー用の部品はね使わずに、他の部品を流用してつけたらね、劣化せずに長くね綺麗を保つんじゃないかななんていうのがね、ちょっと思いました。じゃあここからねちょっと走行中に理屈じゃない、楽しくないと、車離れより進んじゃいますから、後輪駆動ベースの 4WD です。何がいいのよと、後輪駆動って何がいいのよと、今もうみんな前輪駆動になってきてましてね、今二足にコンって入れたタイミングなんですけど、これをね手元で教えてくれます。アクセルを緩めると勝手に抜けてくる。シフトダウンは押し付けて煽る。こんな感じかな。今200回転ぐらいずれちゃったね。ということでね、今回の動画は以上になります。また次の動画でよろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。